どうも中田敦彦です。さあ、早速参りましょう。エクストリーム文学1984年編恐怖の未来。さあ、やってまいりました。さあ、1984年というね、これ小説なんですよ。久々のエクストリーム文学やってまいりました。ねえ、このビジネス本とかね、この政治とかね、いろいろやるとですね、文学をそろそろやれというですね、コメント欄が来るんですね。文学をやれ。いいから文学をやれっていうですね、なぜか文学を待ってる人たち非常にですね、語気が荒いんですよ。中田まだかと。ね。エクストリーム文学をまだやらないのかというとね、今回やります。ですが今回ですね、1984年というタイトルね。これ非常に有名な世界文学ね。イギリスの作家ジョージ・オーウェルさんが書いた作品なんですけども、待って。1984年今2020年は古くないという話なんですけども、そうじゃないんですよ。実はこれ、過去を懐かしむという小説ではなくですね、これ書かれた当時がですね、1948年。このあたりなんですね。で、1949年にこれ完成するんですけれども、48覚えやすいよね。84の逆で48の頃に書かれてる。ね。この頃にとっては近未来小説だったんですよ。近未来の世界がどうなっているかというのをですね、ビジョンを書いたんですが、そのビジョンが恐ろしいんですね。国家の監視社会がバッチバチに行き届いているというテクノロジーの恐怖の監視社会。いわゆるディストピア小説と言われてるんですね。ですがこれが、でも1984年でしょね、レトロフューチャーじゃんという方、違うんです。何度もね、売れてるんですよ。何度も。今まで1984年を超えてからも何度も売れてる。なんでかというとね、社会情勢が不安になったり、あれこれ国がまずい方向行ってないというたびに売れるんですね。アメリカでも大統領がこんなことやっちゃったんだよ。これってジョージ・オーウェルの1984年みたいじゃんっていう売れ方を何度もする。そんな中、現在もまたですね、社会の情勢不安になってきてますね。コロナもあります。コロナに乗じて、ね、国家がちゃんとした運営をしていないんじゃないか。そんな声が上がったり上がらなかったりという毎日。ね。この国とこの国、もしかしたらドンパチやっちゃうんじゃない？この国の陰謀がこうなんじゃない？ちょっと待って。テクノロジーの進化はいいけど、これどうなの？監視社会なんじゃないの？なんて言われてる昨今、また売れ始めているんです。さあ、これはどんな小説なのか、ちょっと説明していきたいと思います。いや、このね、世界観面白いんですよ。設定がびっくりする。主人公、来ました。ウィンストン。ね。ウィンストン。かっこいいですね。イギリスです。ね。ハリー・ウィンストンって言えばね、もう入るのが怖いというのでおなじみの宝石のね、指輪とかのね、芸能人とか結婚指輪でハリー・ウィンストンですみたいなね。そういうなんかこう、スマートな名前ですけどね。このウィンストンが日記を書き始めるところ始まるんですよ。日記を書く。ブルブル震えてるんですよ。日記を書くぞ。1984年4月っていうところから始まるんですね。なんで日記を書くのに震えているのか。本当は日記なんて書いてはいけない社会になっているからなんです。どんな社会か。テレスクリーンというのがですね、各家のモニターとしてですね、ついてるんですね。まあ言ったらテレビみたいなもんなんですよ。ね。でもこのテレビみたいなものがですね、言ったら受信もしてくれるんですけど、送信もしてるっていう世界なんです。見られてんの。そこからはですね、国がですね、テレビね、情報をね、管理した番組とかを流して、歌とか流してんの。ね。だけど、それを見ているこっちのことを見てんの。これが面白いんですよ。情報を見せてくれるけど、情報を吸い上げるってこれ何？今で言うとスマホじゃないですか。ねえ。言ったら、その本人が何の活動をしてるのか全部情報が言ってるっていう話知りません？ありますよね。例えば買い物したら買い物の履歴は全部ビッグデータとして残ってます。ね。動画を視聴したらどの動画見たか全部残ってます。だからリコメンドが来るわけでしょ？ビッグデータかける AI の時代だよってまさにこれテルスクリーンの時代じゃないですか。ね。それが全部についてるよ。各家庭についてるよ。どこにでもついてる。それは部屋の中にはテレスクリーンが必ずあるし、街には何がある？ポスターが貼ってあるんです。ザーって。その国のトップである、出ました、ビッグブラザー。ビッグブラザーってのがこの国のトップにいる最高責任者なんですね。最高責任者の顔面がドーンってこのね、スキンヘッドで髭生えてるんですね。
ツルツルでね、ものすごいいかつい顔してて、ここに口にちょびひげが生えてるというね、すごいビジュアルです。Big Brother is watching you っていうポスターが街の至るところに貼られてるんですね。ビッグブラザーはあなたを見ている。というポスターですね。で、このポスターが恐ろしいのはですね、目がですね、動くんですね。そうなんです。テレスクリーンと同じ役割を果たしてるんですよ。つまり、街でも全部見られてるし、情報は取られてるし、テレスクリーンで部屋の中でもずーっと見られてる。本当の暗闇の中にしか自由はない。そういう監視社会。でも、どう？街に監視カメラはありますよね。顔認識。発達してるらしいですね。ここに誰々がいる、あれ誰がいるなんていうことはもう当たり前の時代。でも皆さんそれを恐怖の監視社会だなんて言ってないんですよ。もう当たり前のこととして顔認識を受け入れてるんです。スマホの中にファーっとフォルダがある。誰々さんですか？誰々さんですか？誰々さんのフォルダポンと開けたら誰々の顔がザーッと並ぶ。髪型を変えたはずなのに、3年前の自分ちょっと顔違うのに、全部認識している。すごい高性能なんです。そういった社会。今に通じるものがありますよね。じゃあ、その国のトップ、ビッグブラザーって言うけど、今どこの国なの？これね、イギリスなのって言ったらそうじゃないんですね。実は、この時代、国はですね、超大国3カ国しかないっていう設定なんです。超大国3カ国ですよ。いや、せめて5ぐらいあってもよくない？ 3 だよ。だいぶまとめられてます。オセアニア、イースタシア、ユーラシアという3カ国。はい。で、ここのですね、主人公、ウィンストンがいるのはオセアニアなんですね。オセアニアっていうと、今の言葉で言うと、なんか、オーストラリアとニュージーランドぐらいの感じにしません？でも、そうじゃないんですよ。イギリス、アメリカ、オーストラリア。そういう感じ。おー、なるほどね。そこまとめんのと。イギリスとアメリカ。アメリカはですね、北米もそうですけど、南米も含めます。だから結構でかいですね。プラスオーストラリアっていう結構でかいエリアですね。まあだからイギリス文化圏ですよね。オセアニアはね。イースタシア、東の方。これは中国と日本です。っていう。で、イースタシアに分類されるわけですよ。ね。中国と日本って思うかもしれないですけど、まあこれはもう1948年のここに描かれた未来像ですから。ね。そういうこともあるわけですよ。で、ユーラシアっていうのがロシアとイギリス以外のヨーロッパ。だからフランスとかドイツとかとロシアがユーラシアになってると。この3カ国。で、この3カ国は全部独裁国家です。すごいよね。全部っていう。全部です。はい。で、そんな中ですね、どういう身分階級になってるかというとですね、一党独裁なんですよ。まず。一党が独裁してて、トップにいるのは党の幹部、党内局と言われるですね。党の内側の人ね。党インサイドの人ね。その下にいるのが党外閣と言われる。党のお仕事はしているけれども幹部ではないという党外閣ですね。で、それ以外の 85% の人間はプロレ。つまり労働者ですね。プロレタリアから来てる言葉だと思います。プロレという階級に属していて、この人たちは非常に教育レベルも、経済レベルも、はるかにですね、この党の人たちよりは劣っているという状態です。なんでしょうね。なんかどっかの国みたいですね。一党独裁で、その党だけがすごい潤っているという。なんか聞いたことあるような世界ですね。はい。それがオセアニアでも、だからイギリスでもアメリカでもこういう風になっているよという世界観なんですね。さあ、それで、まあその党がですね、省庁を持ってるんですけど、省庁も怖いです、名前が。全部ね、逆のイメージのハッピーな名前になってるんですけど、それがですね、非常に怖いです。まず、真理省、トゥルースの省ですね。真理の省というのはこれ、報道とか教育ですね。でも本当は、真理省と言いながら、真実を全部歪める局なんですよ。歪める省なの。情報を全部この党のいいように情報操作をするという省なんです。次、平和省。平和と言いながら、軍事省なんですね。これ軍なんですね。平和省っていう軍なんです。はい。怖いですね。ずっと戦争してます。現在、オセアニア国とイースタシア国が同盟にあるとされ、ユーラシア国が敵国としてですね、非常にこ
マークされてるわけですね。で、戦争状態にあります。どのエリアで戦争しているかというと、ここに含まれない、アフリカ大陸の北部や中東、あのエリアでずっとこの3カ国が戦争してるって感じ。あの辺りドンパチしてますからね。現実でも、現代でも、2020年においても中東やアフリカの北部、この辺り、結構大変なことになってるわけですよ。ですから、何とも言えないわけですね。じゃあ、豊富省。これは経済ですね。これ分かりますね。なんとなく。豊富に財をというね。そしてこれ、一番怖いです。愛情省。ラブミニストリー。警察です。実は治安と法を保つ愛情省がですね、実は一番怖くて、この省庁はですね、他のですね、これね、旧ロンドンなんですよ。旧ロンドンなんですけども、この省はですね、全部、他はですね、結構爆撃とか受けてるんで、ボロボロの家とか古い建物とかもいっぱいあるロンドンなんですが、この4つの省はですね、全部ピッカピカの白い巨大なピラミッドになってるんですよ。4つの。その中でもこの愛情省はですね、とてつもない警備でですね、もう柵が張り巡らされてですね、もうマシンガンを持った奴らがですね、ものすごいガードしてるっていう、何が愛情省なんだっていうね、この怖さね、ある中で、このウィンストンっていうのは、心理省の記録局というところで、情報の改ざんをずっとやらされてるっていう設定なんですよ。この序盤はですね、このウィンストンの日記の中で、この世界がどういう世界かっていうのを書くっていうところから始まりますね。だから今ご説明した形でですね、皆さん、こういう感じの世界なのっていうのをお分かりいただけたかと思うんですけども、怖いですね。超大国3カ国、全部は独裁国家。そしてそれは全部一党独裁。党の幹部だけがいい目を見ている。党の外郭もだいぶ抑え込まれてる。テレスクリーンでね、抑え込まれてるんですね。で、プロレはもうほぼスラム街という状態になっています。省庁が心理省、平和省、豊富省、愛情省というですね、これ、なんかあの国みたいだな、みたいな怖い感じがしますけども、どの国とは言わずに、おきましょう。はい。それがイギリスですよという状態ですね。そんな中ですね、これ、不満もたまるんですよね。で、仮想敵がいるわけですよね。仮想敵はもちろんこのユーラシアもそうなんですが、もう一つ、反政府組織です。はい。実はですね、この省庁のですね、1ヶ月に1回定期的にですね、みんなですね、ホールに集まってですね、2分間の憎悪っていうタイムがあるんですね。怖いタイムですね。2分間の憎悪の時間がやってまいりました。各職員の皆様、党員の同志たちは、ホールにお集まりください。言われて集まるんですね。また2分間の憎悪の時間だ。ウィンストンが行くんですね。で、ザーってみんな並ぶんですよ。で、座るんですね。それでは、2分間の憎悪、開始します。って言ってですね、バンって映像が流れるんですね。それが、そこに映し出されるのがゴールドスタインっていう男なんですよ。これが反政府のリーダーなんですね。もともとはこのビッグブラザー、党最高権力と並び称される、この党の幹部だったらしいんですが、実は反政府組織の方に裏切りまして、このゴールドスタインっていうのはもう裏切り者の代表なんですね。そしてゴールドスタインがですね、その作り上げた反政府組織がブラザーフッドという。いや、こっちビッグブラザーなのに、お前の作った組織ブラザーフッドでブラザーかぶりえぐいですねという。これ私の反想です。ブラザーかぶりやめてっていうのは思ったんですけども、しょうがない。これ原作書いてあるから。ビッグブラザーに対抗するために作ったゴールドスタインの組織がブラザーフッドです。はい。そのブラザーフッド代表のゴールドスタインがですね、ビッグブラザーに対しての、もう、悪口をですね、演説してるところの映像が流れるんですよ。ね。ビッグブラザーとは独裁者であり、この国家はみたいなことをわーって言っている。それの裏にですね、その裏切り者のですね、演説の裏にですね、ユーラシア国のですね、兵士がですね、行進してる映像っていうのがあって、合体された映像が2分間流されるんですね。つまり、敵かける敵ってことですね。中の敵と外の敵っていうのをずっと流すんですよ。
で、恐ろしい音楽とともにですね、その恐ろしい敵はこいつらだっていう映像を流してですね、それが流れた途端ですね、全員が立ち上がるんですね。ふざけんじゃねーってバリ雑言を言わせるっていう2分間なんですよ。とにかくこの2分間の憎悪っていうのは敵国と敵対している反政府組織に対してもう憎悪を、皆さん、党員の皆さん明らかにしてくださいっていう2分間なんですね。2分間の憎悪を開始します。ビッグブラザーは独裁者に過ぎない。彼がやろうとしていることはザッ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 ユーロシアザッザッビッグブラザーは、そしたらですね、この党員がうわーあいつらをぶっ殺せ、あいつらは我々オセアニアの敵だわー、みんながですね、もうバリ雑言になってですね、投げるんですよ、物をね、うわーだって、その中ウィンストンもですね、ごくり。正直ですね、日記書いてるってことはですね、この体制に対して不満を持ち始めてるわけですよ。ね。この心理省の改ざんを毎日やらされる。毎日、この人はいなかったことにする。この人はなかったことにする。この党の発言はもみ消す。これでいいのか俺はこれでいいのかって思ってですね、テレスクリーンが見ているのは分かっているが、ノートに俺の気持ちを書く。これが始まりなわけですよ。ね。普段はですね、もうペンと紙で何かを書くってことはあんまりやってない。仕事でやってるですね、記録の改ざんは PC でもないんですよ。音声入力なんですよ。何々、音声で入力するんですね。今っぽいですね。音声入力今できるようになってるよ。ジョージ・オエル。当たってるよ。予言当たってるよ。2020年になって音声入力結構できるようになってるよ。ね。それ当たってる。だけど、音声で入力したら、音声でですね、やったら、テレスクリーン見てるでしょ？だからテレスクリーンが見ててもわかんないように、ペンと紙で書いている。もちろん分かってる。ペンと紙で何か書くことは現代人はほぼない。もうないっていう時代らしいんですね。だから、こんなレトロなアイテムで何を書いてるんだと。いつか思想警察に狙われないか。もちろんそんなことは分かってるが、俺はもう書かざるを得ない。この体制に対して俺は思うことがあるんだっていうことを書き始めてるから、2分間の憎悪もですね、参加しているふりをしなければって言って立ち上がるんですね。そんな中ですね、人一倍反応して物を投げつけてる女がいるんですね。このウィンストンっていうのは39歳。僕ぐらいの年齢ですかね。僕より2個ぐらい上ですね。そんな中でジュリアという、ね、女がいるんですね。党の職員なんですけども、このジュリアという女がですね、人一倍金切り声を上げてるんですね。あんなやつぶっ殺してやりなさいよーとか言ってですね、物を投げつけてるんですね。クソやれーとか言ってるんですね。怖い。この国は完全におかしくなってる。ああいう若い女なんですよ。20代の若い女。ああいう若い女は、この国の教育に完全に毒されて、あんな風になってしまっているんだ。そんな中ですね、この党外郭だけじゃなくて、党内局のやつもいるんですね。偉いやつが明けが着れる黒い制服っていうの着てるんですね。オブライエンっていうのがいるんですね。オブライエンも見てるんですね。そいつをね。党内局のオブライエン。パッて見るんですね。そしてオブライエンがこっちをパッて見るんですね。目が合うんですよ。パッパッ不満そうにしてる顔を見られた。オブライエンに。しかしオブライエンはオブライエンで、ちょっと思うところがある顔をしてるんですね。俺は察した。オブライエンももしかしたら俺と同じ不満を抱えているのかもしれないと思った。オブライエンと話がしてみたい。ジュリアン、キャー殺してやりなさいよ。あんな女にだけは気持ちは言えないが、オブライエンには言えるかもしれない。ね。そのゴールドスタインがまだ演説をしてるんですね。で、バーンなって2分間が終わると、ゴールドスタインの終わりにですね、パーンって消えてですね、ビッグブラザーの映像に切り替わるんですね。ドーンビッグブラザーの映像。ポーンそして党のスローガンが3つ、ドンって出るんですね。党のスローガンというのはですね、不思議なスローガンなんです。無知は力なり。普通、知は力なりって言葉ありますよね。違う。無知は力なり。そして、戦争は平和なり。そして、自由とは霊従なり。霊従っていうのは付き従う。奴隷のように従うってことですね。はい、無知は力なり。戦争は平和なり。自由は霊従なり。ビッグブラザー is watching you. バンわービッグブラザービッグブラザー Yes! Yes! って言って、わー2分間の憎悪。この時間が、俺は苦痛だ。
っていうところから始まるんですね。面白いですね。すごい世界ですよ。ね。心理賞、記録局、ウィンストン、日記をつけ始めました。日記始めました。いつバレるか怖いです。ウィンストンですっていうお話が始まってるんですね。そんな中、ウィンストンの苦悩っていうのがですね、描かれるんですね。はい。まずウィンストン、実は結婚してるんですね。結婚してるんですが、妻と別居してるというですね、身の上なんですが、どういうことと。俺は妻とうまくいかなかった。日記に書いてるんですね。妻とは全くうまくいかなかったんだ。ね。確かに美しい妻だったが、しかし、夜の営みに至れなかった。そうなんです。実はですね、バッとね、夜ね、結婚して、そういう行為に及ぼうとしたんですが、妻がですね、嫌悪感を示すんですね。実はこのオセアニア、もうこの国で、この時代ではですね、性的な、いわゆるですね、エロティックなことっていうもの自体が禁止されてるんです。軽蔑されてるんです。じゃあどうやって子供を作るのって。子供を作るということだけは奨励されてるんです。なので、夫婦になって子供を作るというのは当院の義務である。しかし、エロスの目的。性欲、これ絶対的に軽蔑されることなんです。なので、妻に言った時にですね、男性の性欲に対してですね、非常に嫌悪感を示すっていう妻がいるんですね。でもそのあたりで、何そうなのと。ダメなのかということになるんですが、妻がですね、まあでも、当院の義務ですから、週に1回は、そういう営みをして子供を作りましょう。そういうふうに言われちゃうんですね。それがなんだかすごく傷ついたんですね。当院の義務って何なんだ？おかしくないか？それが人間のやることか？そうやってですね、こう、何度かそういう行為を行うんですけども、全く盛り上がらないわけですよ。当院の義務だから、なんて言われてですね、妻がですね、真顔でね、そういう行為をするわけですね。夫婦間の営みが黙々とですね、当院の義務として行われている現状にですね、どんどんとですね、嫌気がさしていくんですね。そして結局子供が生まれないという状況が続いたことで、夫婦仲がひびが入ってしまい、子供を産むために私たちは一緒になっているのに子供が生まれないということは、ご縁がないんでしょうということで、別居するようになってしまったんですね。離婚も実はですね、禁じられてるんです。この時代。このオセアニアではですね。離婚も禁じられてる。だから別居するという形で、妻はいるがもう何年も会っていない。私と妻との関係とはそういう関係だった。私はいても立ってもいられなかった。それ書くんですね、日記にね。そして私はある日、プロレ地区に出向いたのだった。ね。プロレ地区に行くんです。プロレ地区はですね、貧しいところなんですよ。遠いんじゃないところですから、85% 貧しいところで、スラム街に行くのだった。そこでは、貧しい女が、自分の身を売っている。そういうことを私は知っていたい。そこに立ち寄ったのだった。言ってね、行くんですね。そこでですね、お兄さん、珍しいね。なんか裕福そうなお兄さんがこんなとこ歩いてるなんて。うちでどうだいなんて言われてですね、誘われてですね、行くんですね。なけなしのこの勇気でですね、金を払っていくんですね。じゃあ、あちらの部屋だよ、とかって案内されていくんですね。すると暗がりにどうやら女がいる。電気をつけた。パッ、そこにいたのは、歯が一本もない老婆だった。私は本能的に恐怖を覚えた。怖すぎる。これがプロレ地区なのか。妻と本当は情熱的にそういう行為に及びたかった。しかしそれが叶わなかった。その晴らされなかった思いを発散したいと思い、私はプロレ地区に来た。しかし私の目の前にいるのは歯の一本もない老婆だ。ヒューヒューと音を立てているその老婆のヒューヒューと音を立てるその老婆。私は本当に怖かったんだ。しかし私は決死の覚悟で行為を行った。それぐらい私は追い込まれていたんだと思う。日記に書いてるんですね。そんなことを思い出しながらプロレ地区を歩いている私ウィンストンです。もう単純に追い込まれています。はい、そんなことを日記で書いたことを思い浮かびながらプロレ地区をブラブラと歩いてるんですね。すると古道具屋が目に浮かぶんですね。ジャンクショップって書いてあるんですね。骨董屋、古道具屋みたいな感じですね。この古道具屋は私が
日記帳を買った店だ。こうなるわけですね。日記帳自体が古いわけですよ。もうだからですね、ペーパーレスの時代になってるし、すべては音声入力ですから、紙にペンで書こうなんていう人がいないと。だから古道具だとされてるんですね。そこで私は日記を書くことを思いついたんだ。そうだ、懐かしいこの店。私はこの店が好きだ。ガチャ入るわけですね。するとですね、古道具屋の主人、チャリントンっていうやつがいますね。メガネかけてね、白髪ですね、ナイスミドルですね。またお越しですか。ああ、また来た。以前、日記帳をお求めになった。よく覚えてますよ。まあ、あまり大したものはありませんが、見ていってください。ああ、見るとですね、なんかいろんな珍しいものがあるんですね。なんだ、これは。ああ、お目が高い。それは、サンゴの文鎮です。まあ、置物ですよ。サンゴ。ガラスの中にサンゴが入っている。綺麗でしょう。ああ、綺麗だ。これをもらおうかな。なんだか心が休まるよ。これをくれ。ありがとうございます。あ、そうだ。ちょっと珍しいものもまだありますから2階も見ませんか。おい、チャリンとに言われてですね。2階行くんですね。ああ、見る。つって、カンカンカン。2階あるとですね。ベッドが置いてあって、まあ、居住スペースみたいな感じなんですね。ああ、すいません。ここは昔、妻がまだ生きてた時に夫婦で住んでたんです。もう、妻はいませんから、ここじゃなく私は別のところで暮らしてるんでね、もうここには住んでないんですけれども、とか言って、パッてね、やってたんですね。まあこれとか珍しいでしょうとか言いながらですね、ウィンストンですね、はっと気づくんですね。どうしました？テレスクリーンがないじゃないか。テレスクリーンがないんですよ、この部屋には。ああ、あれは非常に高価ですからね。当の方だったら、まあ配備されるんでしょうけども、ここはプロレ地区ですから。そうなんです。実はテレスクリーンっていうのは、党員のところにだけあるんですよ。プロレ地区はテレスクリーンないんですよ。監視されてるのは党員だけだったんです。プロレ地区にはない。そうなのか。プロレの住居にはテレスクリーンはないのか。これはね、テレスクリーンが2つかけてあるようなところに絵がかけてあったんですね。ああ、これは教会を描いた版画です。これは町のプロレ地区の外れにある教会ですよ。そうか。ああ、まあ今日はサンゴの置物だけでいい。ありがとうな。またお越しください。外出るんですね。テレスクリーンはプロレ地区にはない。党員だけなのか、監視されているのは。そうやってまずその古道具屋を出た時にですね、カツンカツン、尾行されている。尾行されている。プロレ地区を歩いてる。プロレ地区に出入りしている私。尾行されて、誰だ、パッと見るんですね。あの2分間の増路の時にですね、金切り声を上げていた女、ジュリアが追いかけてたんですね。あの女、俺を尾行していたのか。そうだ。ジュリアというのはですね、実はですね、当外閣、ね、このジュリアという女も当外閣、内閣の人間ではないんですが、禁欲連盟。実は私、これ、禁欲連盟、言葉ぼかしてますが、原作ではもうちょっと激しい言葉です。性的なものに対して、禁止するという風紀委員みたいなんですね。そういう部署にいるんですね。禁欲連盟というのがですね、禁欲連盟のですね、印に赤い帯をですね、下に、こう巻いてるんですね。禁欲連盟のジュリア、俺を監視してたのか。そういえば食堂で、最近近い位置にジュリアが何度か座っていたことがある。あの女、もしかしたら、思想警察なんじゃないか。思想警察というのは、この党の運営に対して、反感を抱いている、反政府的な思想を持っているやつを、捕まえるというですね、秘密警察が党内部にですね、いるっていう噂があるんですね。あいつが噂の思想警察なのか。もしかしたら俺が、歯のない老婆と、全部見られてんのかもしれない。怖い。帰ろう。帰って寝ろう。帰って寝よう。もう無理だ。はい。ジュリア、巻くこともできて、もう家帰って寝よう。寝るわけですね。悪い夢だったという形にしてくれ。
で、翌日またですね、省庁に行くんですね。勤めるんですね。いや、うまく眠れなかった。あの女のせいだ。ジュリアが。そしたら向こうからジュリアが歩いてくるんですね。ジュリアが歩いてきた。何を言われるかわからない。歯のない老婆。3号飼ってました。プロレチクに出る。したらですね、ジュリアが転ぶんですね。カンパンチンパンチンはいとか言って転ぶんですね。ジュリアが転んだ。女性が転んでるわけですから、とっさに助け出したんですね。大丈夫ですかって言ったらですね、でもドキドキしながらですね、何か言われるかもしれないと思いながらですね、大丈夫ですかパッて担ぎ上げた時にですね、パッて手にですね、ちっちゃい紙をですね、渡されるんですね。ギュッギュッギュッって、なんですか、ありがとうございました。なんだなんの、あれなんだこれは。テレスクリーンがずっと見てるから、ちょっと今は何もできない。普通に仕事しよう。こことここ改ざん、こことここ改ざん。全部改ざん作業だ。今日も改ざん作業だ。この幹部はおそらく粛清されたんだろう。蒸発した。いなくなった。だからいなかったことにする。この人はいなかった。党の、鉄の生産目標に工場が追いついてない。だから党の生産目標をまず改ざんする。何々、いくつの目標。こんなことやってる。よし。テレスクリーン。視覚はここが。紙を見る。なんかの呼び出しか。パッて見たんですね。紙を見たらですね。あなたのことが好きです。ラブレターだった。テレスクリーンに見られないです。捨てる。なんだラブレター。食堂に行ってみよう。最近ジュリアはこの時間に来てたから食堂に行ってみよう。ジュリアのところに行くんですね。ジュリアとハス向かいに座るんですね。カチャンって。ドッ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 。仕事終わりは何時ですかって言って、ジュリアが18時です。僕も18時です。言うんですね。気づかれないように口をあまり動かさないようにして見られない。僕も18時です。そうですか。広場に来てください。広場目立ちますよ。広場は目立ちますよ。党員同士でですね、これ恋愛になったりですね、不自然な行動をするとも非常に禁じられていたので、要するに党のですね、だから子供を作るための生産活動以外は認められてないですね。で、ウィンストンはもう結婚してるわけですよ。だからその恋愛なんてもう絶対に禁止なわけですね。はい。広場は目立ちますよ。人が今日は広場に集まります。だから大丈夫です。わかりました。広場に18時終わりですぐ、はい。はい、ごちそうさまでした。行くんですね。で、広場に行くんですね。確かに広場に人が集まってたんですよ。わー、なんでか。ユーラシア軍のですね、捕虜が捕まったのがですね、トラックで移送されてるっていうのがね、見せ物にされてたんですね。で、ユーラシアメラーとか言ってですね、全員が集まって、うわーなってたんですね。なんですね。ジュリア、どこだと思います？とにかく人混みの中にいろと言われた。いよう、ジュリア、いるかもしれないから。ユーラシア言っとこう。言うだけ言っとこう。ユーラシア言っとこう。そしたらですね、ピタッと後ろにですね、ジュリア、パッと気づいたらジュリアがいるんですね。ジュリアです。ジュリア今から、次に落ち合う場所を言うので、覚えてください。わかった。ユーラシアわかったから。どこどこの広場から北東の方に行き、どこどこの森を抜けて、何々の、大きな木がありますので、そこをさらに西に2キロ行ったところに林がありますので、そこに来てください。分かった。覚えましたか？覚えた。じゃあ、速やかにここを立ち去ってください。分かった。ユーラシア森を抜けて、この木をジャンプして、ここから西に2キロ。俺の一歩が1メートル。2キロ。何歩。よし、ここら辺。待ってればいいのか。待ってれば。ちゃんと来れましたね。ジュリア。君は禁欲連盟じゃないのか。禁欲連盟。確かに。そうです。でもね、赤い帯ほどいて。こんなものはこうです。
あ、君、すごい、大胆だね、君。こんなもんこうなんです。正直、2分間の像の時にもあなたを見ていました。あなたの顔を見た時に、あ、私と同じ考え持ってる人だって私は思いました。そうなのか。俺は全然逆だと思ってた。俺は分かりやすいけど君はなんかすごい頑張ってんだな。そうですよ。だってそうじゃないですか。声高にユーラシア憎い、ゴールドスタインは死んだ方がいいってそう言って声を荒げてる方がここでは暮らしやすいでしょ。だからそうしてるだけです。私は生きてることをもっと楽しみたいんです。俺でいいのか。君みたいな若い女性が。俺はもう39だし結婚もしてる。いいんです。私は別にいいんです。というかこれまでもこうやってたくさんこういうことしてきました。すごいね。すごいね。党員と、はい。党の外閣？内閣も？内閣はいません。あんな豚どもには私は気持ちは動きませんから。私は別に誰とでもじゃないですよ。あなたと気持ちが通じるなと思ったから。そうなのか。分かった。そう言ってですね、森の中でですね、こう愛を育むんですね。はい。それでですね、すごい急展開ですね。ディストピアかと思った恋愛がすごい急に始まるというですね、激しいです。はい。そんな中ですね、そして日記を書きます。そして俺はいつまでも森じゃなんでしょうということで、部屋を借りることにしたんだ。って言ってですね、チャリントンの古道具屋の2階を借りたんですね。テレスクリーンがないから借りましたって言ってですね借りたんですね。でチャリントンは何かを指してですね、大丈夫ですよ、ここならプライバシーとかも守れますからと言って、私が来るときはいつも古道具屋をクローズにし秘密を守ってくれている。そこでジュリアと私は何度も会ったのである。死ぬかもしれない。こんなことはいつかバレる。死ぬかもしれない。怖い。そんなことをジュリアと話すんですね。いつかも死ぬかもしれないな、私たちは。捕まるぞ。捕まったら拷問を受けるんだ。怖いと思わないのか。確かに怖いわ。でも何を自白させられても人の心には入れないでしょ。いいのよ。嘘でも何でも自白しとけばいいの。私たちが気持ちを通じてる、それさえ失わなければ私たちが負けるわけではないから。確かにその通りだ。はっとかですね、急にまたジュリアが言うんですね。なんだ塔かなんだ違う、なんかネズミが今走ったからって言うんですね。ボロボロなんですね、プロレのね部屋がね。ネズミが今走ったからって言ったらですね、びっしょり汗かき出すんですね。ウィンストンがなんだって、今なんて言った。いやだからネズミが、やめてくれ、一番ネズミが怖いんだ俺は。ネズミがダメなんだよ、やめてくれよ。なんだかこの部屋、やめてくれ。どうしたの急に。なんかあったのネズミと。なんかあったはずなんだ。でもあんまり思い出せない。とにかくダメなんだ。ネズミだけはダメなんだよ。その日のことを確かに思い出した。日記で書く。ジュリアとの時はもう思い出せなかったけど、ほんのり覚えているんだ。あの日のことをって言ってですね、子供の頃のなんですね。トラウマなんですね。ねえママ、そのチョコ全部僕が食べる言うんですね。実は配給なんですよ。配給制なんですね。家でですね、父親がですね死んでしまった。なぜ死んだかはよくわからないけれども死んでしまった。そのあたりから家が貧しくなっていた。配給のチョコレートの量は減っていた。母親は
妹と半分こしなさいと言っていたが、僕はチョコレートを全部食べたい。そう言って聞かなかったのだ。なぜ僕がチョコレートを全部食べると言ったのかもう僕にはわからないけれど、子供の頃の僕はチョコレートをとにかく全部食べたいということをひたすらにはまくし立てていた。妹は病気だった。そしてもうすぐ死ぬと言われていた。そんな妹がチョコレートを食べたいと言っていたのに、僕はその妹に一かけらも渡さず、僕が全部食べると言っていた。なぜかはもうわからない。母親は半分こにしなさい、せめて半分こにしなさいと言いながら妹を抱きしめていたが、俺はその母親からチョコレートを踏んだくって奪い取って家を出たんだ。そして妹が泣き、母親がその妹を慰めてる声を後ろに聞きながら、熱い手でチョコレートを溶けるのを感じながら走って逃げたんだ。そして僕は暗がりでそのチョコレートをまるで悪いことをしてるかのように食った。そしてベタベタになったチョコレートの手となんだかわからない気持ちを携えて家に戻った。その時家には母親と妹はいなかった。全ては母親と妹がいた時と同じようなままだった。強盗が入ったわけではない。妹と母親はただ消えていたんだ。それ以外は全部一緒だった。そう、そのあたりから党員の家族や党員が何の前触れもなく消える。そして報道も捜査もされない。いわゆる蒸発と党員の中では言われていた。そういう行為が増えていたのはあの頃だったからと思う。私は泣いた。母親と妹がいなくなったベッドで薄汚いネズミが這い回っていた。その時以来なぜか私はネズミを見ると吐き気を催すようになったんだ。ネズミが怖い。あの日が苦しいんだ。バン。あなたたちは死んでいるんですよ。言葉が聞こえたのだ。どこだ。テレスクリーンなんかないのに。その時ガシャーン、版画が落ちた。その版画の裏にバーン、テレスクリーンがこちらを見ていたのである。やってくれましたね。